皆さんこんばんは。ワイワイニュース山崎です。今日は2019年の11月の5日火曜日ですね。時間が約1時間20分ぐらい遅れましたね。現在日本時間の夜の9時51分ということです。申し訳ありません。今日のメインテーマですけど、このコメント欄にアップしましたように、今の日本は安倍晋三内閣総理大臣による独裁国家であり、決して議員内閣制の民主国家ではないというのが今日のメインテーマですね。今日のワイワイニュースライブ通算で2879回ということで、いつものようにツイキャステレビのメディアを使って、正面から一元放送ですね。現時点で、放送音声も映像も問題なく配信されているということです。ということで今日火曜日の放送、昨日のですね、メインテーマのこれか YouTube 向けの表紙ですね。昨日のメインテーマは何かというと、安倍晋三自公ファシスト政権が憲法違反法律違反を犯して、戦闘的労働組合関西生コン支部の殲滅解体攻撃をする本質とは何かというテーマだったんですね。でそれをこのような表紙にしてくれました。関西生コン攻撃する本質とは何かということですね。で現時点での視聴者数はツイキャスで261名様、YouTube で598名で全部で861ということです。それからお知らせとして、明日水曜日11月6日の外国語放送は語学研修のためお休みということで、来年の1月の中旬まで語学研修が続きますんで、それまでは毎週水曜日はお休みさせていただくということですね。から今日の画像ですけど、今日の画像は今日の注目記事にですね、令和新選組の金融のスペシャリストですね、大西恒樹さん、彼が11月の2日土曜日に下関で講演したんですね。お金の仕組みを知ってワクワクする未来を作ろうと、子どもたちの未来のためにというテーマで、大西恒樹さんで大盛況でですね、300人が集まったということで、その今日は画像1、2、これが会場のホテル、すごいですね、300名。下関ですから、下関市内ばかりだけでなくて、山口県各所、あるいは福岡とか、あるいは広島からも聞きに来た方がいるということなんですね。大盛況ですね。そして彼が講演の中で使った資料4枚ですね。ナンバー1が主要国の対外純資産ということで、日本がナンバーワンですね。361兆円と。第2位がドイツ、第3位が中国、第4位が香港ですね。純資産です。から2枚目の資料としてプラザ合意と為替レートということで、1985年ですね。85年の8月15日ですね。アメリカ・ニューヨークのプラザホテルで、合意したと。先進国7カ国の増商会議なんですけど、実際はもう日本の円を円安に誘導すると、円高に誘導するという円高誘導会議なんですね。でそれまでは1ドルが250円ぐらいだったんですね。その前は360円で固定だったんですけど、変動になって、ここに書いてある1ドル250円と。それがプラザ合意で、
レートを円高にするという合意がなった途端ですね、1年で、125円ぐらいになったんですね。そして1990年の5年後は1ドル120円になったということで、円が倍になったんですよ、これ。で、結局平成バブルが1990年、1980、86年からですね。ですから翌年からもう日銀は円高不況のためという大義名分で、金利を下げ、そして、大幅な金融緩和をしたということで、平成バブルが勃発しちゃったということなんですね。これの原因がこれなんです。プラザ合意。で、3枚目が講演資料3枚目。これが信用創造の仕組み。これは私が日頃言ってる信用創造の仕組みですね。100万円の、いわゆる民間銀行に預金者が例えば100万円預けるということだと、民間銀行はその100万円を中央銀行の預金口座に預託すると。その 1% ですね。預金準備率が 1% ですから、ずっと 1% なんですね。そうすると1万円を預託するということになると、たちまち100倍の信用創造、100万円だったら1億円です。が生まれるという仕組みが、この信用創造の仕組みなんですよね。だから他人のお金、預金者のお金の 1% を中央銀行、日銀に預託すると、たちまち預金準備 1% ですから100倍の信用創造が生まれると。この100倍の信用創造に対して高い金利をかけて、あらゆるものに借金付きをするというのが現在の銀行システムなんですね。から4枚目、マネーストックと GDP、借金の推移ということで、マネーストックっていうのがいわゆる現金と貯預金の総額なんですね。それと GDP、国内総生産、それから借金の推移ということで、この太い線、黒い線がマネーストック M2 っていうんですね。これが大幅に、借金が赤なんですね。国際残高。そして、GDP がほとんど伸びてないと、4番目。そして民間の貸し出し、銀行貸し出しがほぼ横ばいになっているということで、これがマネーストックと GDP と借金の推移ということなんですね。この1、2、3、4枚がこの講演会の中で大西恒樹さんが提示した資料なんですね。ということで、私はこの記事ですね、非常に詳しい長州新聞の11月、今日付ですね、反響を呼ぶ大西恒樹のお話会と in 下関社会と人間蝕む金融システムの本質を伝えるということで、非常に詳しい内容、長い記事を全文アップしました。ということですね。ということで、今までのところをアップします。昨日のメインテーマ。マイナス10。マイナス10。本質は何かと。これですね。そして
現時点での視聴者数が861名様ということですね。そして、明日の水曜日の外国語放送は語学研修のためお休みさせていただくということですね。それと大西恒樹さんの画像画像がお見せしましたよね。大西さん、この方ですね。モルガン・スタンレー銀行ですね。砂津銀さん。それから会場の300名集まったっていう、すごいですね。金融の話で300名。K さん、コンティニューコイン。から講演の主要国の対外純資産と、ただ日本は世界一の対外純資産を持ってますけど、金融恐慌等々だと国内に持ってこれないですからね。そこが問題なんですよね。いくら海外に、莫大な341兆円の純資産を持ってる日本が一度金融恐慌になって、為替取引等々が全部、停止になった段階だとどうしようもないんですよね。それと2つ目のあれがちょっとあれだな。タイトルが抜けてましたね。2つ目何でしたっけ。信用創造マネーストック。2つ目がプラザ合意か。プラザ合意とちょっと今書きますね。プラ合意と為替レート。為替これですね。ということです。吉行さん、お茶爆店お疲れ様ですと。K さん、コンティニューコイン、砂津金さん、大西さんは元モルガン・スタンレー銀行マンですね。そして、砂津金さんからいつもの視聴者、ご覧の方へということで、山崎氏のキャスは、一言一行コメントが集団嵐行為があってから禁止と。このキャスの目的は、情報の共有、拡散、ご賛同ならツイッター連携で、拡散共有お願いしますということですね。それから砂津金さん、今日のメインテーマリツイートしてくれました。それから翔さん、コンティニューコイン配信ありがとうございます。土山純一さん、お茶爆店配信ありがとうございます。コンティニューコイン2枚ですね。それからこの放送の開始前のコメントですね。砂津金さん、世界的バブル危機、本沢二郎の日本の風景3486ですね。それから砂津金さん、シリア終盤の勝利者は誰かと、マスコミに載らない海外記事と、11月5日、この人は毎日ブログ記事を更新してるんですよね。すごいですね。ということです。砂津金さん、対外資産、預かり証電子があるだけと凍結されればそれでそうなんですね。
だから問題は国内の資産、いわゆる実際の資産ですね。実体価値を持つ資産をどれだけ持っているかということなんですね。金融危機に対して強いのは、対外資産いくら持ってたって、金融危機にならなくても日本政府っていうのは今まで1兆ドル120兆円ものアメリカのドル債を買ってんですよね。でそれを1枚も売れないと。要するにヤクザに金を貸して、絶対返してくれないのと同じように、もう使えないんですよね。中国はその都度、使ってるんですけど、日本の場合はいわゆる米国債の預かり証だけでしょ。オリジナルの国債、米国債誰も見たことないんじゃないですか。1兆ドルの米国債どこにあるんだと。オリジナルはどこにあるんだと。オリジナルは絶対日本政府あるいは日銀の手元にはないでしょうね。アメリカが絶対手放さないということでしょう。砂月さん、フランスの週刊誌オブセルバトルが組んだ安倍晋三の隠された顔という特集は日本のマスコミをはるかに超える内容だと。赤株さん、これ面白そうですね。アシュラですね。ということです。日本のマスコミはもういわゆるタブーばっかで、安倍晋三今日のメインテーマですよね。リテラ編集部が三浦淳子の言った今の日本は安倍晋三内閣総理大臣が一人で政権を独占してんだという彼女の全く、直接的に見た現実ですよね。それをそうじゃないんだと。日本は議院内閣制に基づいた民主国家なんだからふざけたこと言うなというようなリテラ編集部の記事が出たんですけど、違うんじゃないと。彼女の言ってるのは立場が全く、彼女は安倍晋三絶賛の立場で言ってるんですけど、我々は安倍晋三自公ファシスト政権を打倒する立場ということで真逆の立場なんですけど、でも現状認識は一致してるんですよね。安倍晋三の一人独裁だというのは正しいんですよ。リテラが間違ってるんですよ。というのが今日のメインテーマで、それじゃあなぜ安倍晋三が一人独裁になったのかと、その理由を5つ私は挙げたんですね。今日のメインテーマです。で注目情報で、この大西常樹さんの講話ですね。これはやはり現在今までほとんど誰も取り上げてこなかった金融の仕組み、信用創造の仕組み等々をこれだけ多くの人に訴えかけているということは非常に、重要なことなんですね。ただ彼の言ってる内容、この長州新聞の詳しい記事を見てですね、ちょっと違うんじゃないと、あるいは彼が言ってない、例えば一般会計とは全く別に200兆円規模の歳出規模を持つ特別会計があるってことは彼は一切言ってないんですね。それから通貨発行権、日銀通貨発行権は政府が持ってるっていうんじゃなくて、まさにロシアの国際金融マフィアが全部 FRB にしても日本の日銀にしてもヨーロッパ EU の ECB にしてもイングランド銀行にしても全て中央銀行を独占管理しているのがロシアの国際金融マフィアだということも彼はあえて言ってないですね。
だからまあ明日のメインテーマはこの大西さんの言ってる金融の話の正しい部分と、それから間違ってる部分と、それから彼が言ってない部分、この辺を取り上げようかなと思ってます。これ、ぜひこの長州新聞のこの記事をまとめた記者っていうのはなかなかの優れもんですよね。3時間の講演内容を非常に簡潔にまとめてるんですね。